皆さんこんにちは。今日は歌舞伎座第3部じいさんばあさんとお祭りに来ました。初日に第1部の天一部を見たんですけども、第3部仁左衛門さんと玉三郎さんで話題です。これを見るために昼間仕事を頑張りました。走って歌舞伎座まで来ました。楽しみです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今、じいさんばあさんが終わりました。いや、ちょっと涙腺崩壊ですね。森鴎外の原作の新歌舞伎ですけども、37年ぶりに愛する人たちがあったというストレートなラブストーリーでした。人生を重ねた方ほどたくさん味わえるという素晴らしい直球の恋の物語だと思います。大きく4つの場面に分かれます。一番最初の序幕では、これは仁左衛門の伊織と玉三郎のルンがまだ結婚して、子供が生まれたばかりということで、ラブラブな生活を送っていたんですけども、玉三郎の弟が決闘してしまったんで、代わりに京都に仁左衛門の伊織が奉公に行くことになります。愛し合ってる2人が1年だけということで、離れる場面、それでもお互いに愛おしいというところが、2人の本当に仲の良さが伺える場面でした。そして第2幕、これは京都の川床の上で伊織が130両の刀を買って、で30両を下島という意地悪な友達から金を借りたと。で下島がお祝いの席に乗り込んできて、散々悪口を言って、どうだ俺を切れるかと言って、伊織は殺めてしまうと。そしてそれを伊織の仁左衛門さんが悔やむと。そういう意味では例えば伊左衛門精神で悪くなった仁左衛門さん、あとは女殺し油地獄で最後狂ったように女を追いかけて殺めようとする仁左衛門さんに比べて、今回は後悔するということで、でもそれも年輪を感じさせました。よく勘九郎さん、先代勘九郎さん、勘三郎さんで見た籠鶴瓶を思い出しました。刀は人を時に狂わせるというふうに思いました。そして大詰めです。そこは最初ルン玉三郎の孫にあたる橋之助と千之助さんの夫婦が出てきます。この夫婦が結婚したてでしょうか。それでもこの家をおじ夫婦の家をから引っ越しするところというところで、仁左衛門さん、玉三郎さんのカップルに比べて、本当に若いカップル、これが綺麗ですね。千之助のすごく、この首の動かし方が綺麗で、動作も本当に今全身綺麗です。美しい2人で、そんな2人が気を利かせて家を開けたところに、そしてまた37年ぶりに会うという玉三郎さんと仁左衛門さんが現れます。最初に仁左衛門さんが家に入って懐かしがって、桜に触ったり、これが俺の桜だと、大きくなってきたというふうに喜ぶ。そしてそこに本当に立派になった玉三郎さんが籠でつく。そして2人でおずおずとお互いを確認しながら、そして自分の愛しかった人だというふうに分かって喜ぶ姿。途中ボンという子供が亡くなってしまったそうなんですけども、それを悲しみつつ、最後はこれは余生ではない、2人で新しい生活を始めるのじゃ
ということで非常に肩を抱き合って前向きにハッピーに終わりました。ハッピーエンドの本当にストレートなラブストーリー、歌舞伎に珍しいけどとても良かったと思います。途中、最近ウクライナの戦争とロシアの戦争もありますんで、映画のひまわりのように長年経って帰ってきたら実は旦那がというようなアンハッピーエンド、ちょっと悲劇だったらどうしようかと思いましたけども、本当にハッピーエンドでした。素晴らしい若手とベテランの2人ということで、本当に来てよかったと思います。すり泣きがたくさん聞こえましたけども、それでも最後ハッピーエンドで、泣いても涙が出てもすっきりとするということで、素晴らしい舞台、本当にまた見たくなる舞台でした。それでは後半は、お祭りということで玉三郎さんが稲瀬に踊るんでしょうか。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今、お祭りが終わりました。いや、今日の第3部、これは素晴らしい組み合わせだし、いや歌舞伎を堪能しました。お祭り、玉三郎さんのお祭りですけども、これは赤坂の比叡神社のお祭りを、稲瀬に軽やかに踊ってました。真っ暗な中からパッと明かりがつくと、そこには、グレートウェーブ、北斎のグレートウェーブのような着物を着た玉三郎さんが出てきました。そしてちょっと聞いておくんなせえと言って、軽やかに踊りました。最後も、つつましやかに花道で会釈をしながら気持ちよく踊りました。清本の歌も良かったです。この4月の歌舞伎ですけども、実は一番前で座ってみました。いつもは最近は2階席で俯瞰するのが好きなんですけど、一番前いいですね。まるでお座敷で玉三郎さんを独り占めするように、前に何の遮蔽物もなく、玉三郎さん、仁左衛門さんを独り占めできるような気分でした。一番前の席もおすすめです。そして前回の YouTube で第1部、これは天一坊を国運歌舞伎の天日坊と比較して、デジタルとかスピードとかっていう話をしたんですけども、いや今日のように、しっとりと森鴎外のじいさんばあさん、そして、華やかなお祭り、こういうのはまさに、リアル、そして、人の心が通うアナログの良さだと思います。本当に第3部良かった。そして6月には「夜は情け浮きなら横節」を仁左衛門さんと玉三郎さんでするそうです。この2人の組み合わせ、桜姫、東文章も今神話歌舞伎で、始まりますし、この2人の行く末、見逃せません。本当に歌舞伎面白いです。玉三郎さんファン、仁左衛門さんファン、そして歌舞伎ファンの方、下のコメント欄に何か感想があればぜひお書きください。いいねやチャンネル登録してくださると、毎週新しい和のエンターテインメント情報をお届けします。それでは今日は4月第3部玉三郎さん、仁左衛門さんの歌舞伎座からお届けしました。若手の橋之助さん、そして千之助さんもすごく良かった。歌舞伎楽しみです。それではまた和の旅を楽しみましょう。それではまた。